よし、メディコムトイズマフェックスからジョン・ウィックチャプター4の紹介です。フィギュアの紹介をしつつ映画の内容にも少し触れるので若干ネタバレになるかもしれませんが、その辺のところよろしくお願いします。では開けていくぜ。2023年の映画なんでね。よし、もうマフェックスはね、顔の出来の良さは心配しておりません。それくらい大安定の商品。よし、出てこいと。おしおこんな感じだ。問題はね、関節あたりちょっと心配なんですけど、顔の出来やっぱすごいな。では中身の方すべて取り出していきたいと思います。いきなり過去のものと比較してみるとこんな感じで、こちらはチャプター1の時でこちらがチャプター2の時、こうやって並べてみると進化の凄さがわかるんですが、正直今見てもチャプター1、2ともによくできていると思いますよ。全く見劣りしません。でこうやって並べてみると今回のやつ少し太めに見えるんですが、劇中ではキアヌさん体型全然保っていてスタイルめっちゃいいんですよ。なんでこの全2作のやつが不自然に体型が良すぎて、今回の方がリアルで自然に見えますね。スーツの全体的な塗装は少しテカリのある感じですごいのがこのスーツのシワの造形。全2作に比べかなり作り込んであって非常にリアル。このシワがあるおかげでアクションポーズさせた時躍動感が出てきますね。単体で見てみよう。いや素晴らしいですね。まごうことなきキアヌ・リーブス。武将髭のプリントもそうなんですが、シワの造形とかよくできていてめちゃくちゃかっこいい。髪の毛の造形もきちんと作られていますね。で個人的にはね、この髪型1の時のがすごく好きなので、この髪型変わったのは少し残念。別の頭部パーツを見てみよう。こちらは食いしばり顔。こっちもよくできていますね。髪の毛も少し乱れた感じでアクションフィギュアには必須パーツ。別表情も前作と比べてみよう。こちらもどれもよくできている。今回は顔の傷に塗装が施されていませんが、劇中でも顔に傷は負ってなかったかな。全身はズタボロでしたけどね。で勝手に残念と思う点がありまして、これ頭部の付け替えができないんですね。これチャプター1の時のやつなんですけど、チャプター4映画前半は黒シャツの時あったので、これ付けれたらよかったかなと思ったんですが、頭部の付け替えはできない。可動範囲、まずは頭部、上は髪の毛が干渉してあまりいかないですね。下へはここまでで、ボールジョイントですね、ぐるりと一周回ってこのように傾き取れる。上半身、まず肩および腕。これを待っていたよ。この肩の可動域、バタフライ機構がありまして、これが結構引き出せて、このようにハンドガン正面両手構えがスムーズにできるようになっている。これね、全2作見るとこれぐらいの可動域はあるんですけど、ハンドガンの正面両手構えができないんですよね。比べてみるとこんな感じで、これは非常に嬉しい改善点。それを踏まえまして、横へはここまでいけて、ぐるりと一周はね、ここ切れ目に沿ってあげないと外れますね、腕で。腕の付け根で動いて、肘はここまで曲がり、手首はぐるりと回ってこのような可動域。胴体接続箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて後ろへはこうで、
前はここまでいけて、胸でこのように動いて、ボールジョイントですね。で腰もこのように動いて、ぐるりと一周は少ししづらい。下半身股関節に引き出し機構がありまして、引き出した状態で前はここまでいけて、後ろへはここまでかな。で股割りはここまでできて、足の付け根でこれぐらいの可動域あって、膝はここまでですね。足首後ろへはこうで、前はあんまいかないかな。でつま先可動あって、傾きも取りづらいかな。頭部以外の付属パーツ1個。まずはハンドガン、名前はピットバイパー。最終決戦前にローレンス・フィッシュバーン演じるバワリー・キングから受け取ったもの。あの2人の俳優の並びは最高ですよね。でハンドガンの話に戻って、これがめちゃくちゃよくできていて、ハンマー部分やバレル部分が塗り分けされていて、このグリップ部分も脂肪加工のような造形で非常にリアル。もう一丁銃付属していまして、こちらは最後の決闘の時に使われた単発銃。こっちもよくできていて、グリップやハンドガード部のウッド具合が素晴らしく、各部衣装の造形も小さいながらにすごい作り込み。このトンプソンを見てエミやキリツグを思い出すのは俺だけではないはず。こちらは斧。ぶん投げて使ってたのが印象的な武器。黒の成型色だけですが、造形が細かいので安っぽさはない。このように分割して持たせる。こちらはヌンチャク。劇中使用時間結構長かった記憶ある。実戦で使用するならあんな感じになるだろうなっていうアクションでしたね。でこの鎖部分が短いのでフィギュアの首にね巻くことができないんですよ。これ残念。お次はポント。これもすごい作り込みで、刀身の塗装も綺麗ですし、幅木もきちんと塗り分けされていて、このつばとか塚の造形、ここもめちゃくちゃ細かく作られています。決闘用胴体とベルト、上半身丸々付け替える感じで、この白一辺倒じゃなくてウェザリング加工が施されている。ベルトの方はマグポーチが空になっていたりと、どの付属品もどこまで作り込んでるのって感じ。このフィギュア正直値段以上の価値あると思う。手首パーツは先ほど紹介した各種武器の持ち手や開き手で、左手の薬指どのパーツにもありません。これは前作自分で切り落としたため、この辺もしっかりと再現されている。サイズ比較、フィギュアーツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。映画の方なんですが、上映時間は3時間弱とめっちゃ長い。しかもその大半が戦闘シーンで、まだやるかって感じで、そのアクションもいろいろ工夫を凝らした作りになっていて、見どころが各所にあるので飽きずに楽しめましたね。でですね、この映画の予告見た時、歓喜と驚きで叫んでいたのを覚えていて、それはね、真田広之とドニーの兄貴が参戦、しかもこの2人が戦うというアクション映画好きには必見必須なわけなんですけども、なんですがね、そのシーンいいですか、ちょっと映画の内容を触れますよ。その戦闘シーン、真田広之演じる、島津でしたっけ、その島津は怪我をした状態でドニーの兄貴演じるケインと戦闘に入るんですけども、いや真田広之もフルパワーでやってくれよと。まあ物語上決着つけないといけないし、何より最後のシーンにも意味を持たせるためだと思うんですがね、ここは個人的にはちょっと残念だった。でもってドニー兄貴のキレッキレのアクション、これはもう最高でしたね。いやもうね、年を追うごとに進化してると思うドニー・イエン。化け物ですよ。撮り方もうまいというのもあるんでしょうけど、吹き替えの方も大塚芳忠さんと完璧。
あとね、スコット・アドキンス出ていましたね。見た時、すぐやられる小悪党か、新境地開いたなと思ったんですが、いい意味で期待裏切りましたね。いつものスコッティでした。そしてやっぱりキアヌ・リーブスですよ。周りが生粋のアクション俳優たちの中において、独自の動きね。これはシリーズ全部に言えることなんですが、なるほど他のアクション俳優に比べ格闘時体の軸がぶれて不安定さが垣間見えることはあるんですよ。だがそこがいいんですよね。その不安定さがリアルを伴っている感があって、そこほんと好きなんですよ。それとね、戦った後疲れ果てていて、そこもいいんですよ。格闘アクション映画で終始変わらない動きで戦うのもいいんですが、人間そんなに体力持たないわけで、その辺このジョン・ウィックは一戦終わるたびにボロボロでヒーヒーの手で立ち上がる感じがあって、そこがね繰り返しになるんですけど、ほんと好きで、っていうかね、もうキアヌの全部好きはい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。